宇宙人が教えるポジティブな地球の過ごし方。2023年の終わりまでに選ばなくてはなりません。この本は私と私のガイドである宇宙人の物語だ。と同時にあなた自身の物語でもある。ゾロ目は高次元の存在からのメッセージ。あ、まただ。目の前で走っている車の番号が8888。最近やたらゾロ目の数字を見かけるな。車のナンバーだったり時計だったり他にもレシートやら盛りだくさんだ。それと同時に惜しいぞおいっていうこともたくさんある。8888だと思って近づいてよく見てみると B88B だったりするんだ。確かバシャールがゾロ目は標識みたいなものだって言っていた。バイブレーションがチューニングされてこっちに向かってるってことを教えてくれているんだそうだ。ゾロ目のシンクロについてもう少し詳しく知りたくなった。おーい、誰か教えておくれよ。呼びかけると頭の中から返事があった。じゃあ少し昼寝しておくれ。夢の中でゆっくり話そう。夢の中で目が覚めると高層マンションの一室だった。シャライがベランダに立っているのが見える。シャライ、こんにちは。来てくれてありがとう。夢の世界の方が説明しやすいからね。ところでシンクロ番号について知りたいんだったね。そうそう、もっと詳しく知りたいんだ。オッケー。シンクロ番号のことを君たちはゾロ目って言ったり、エンジェルナンバーって呼んだりするけど、これらはみんな高次元からのサインなんだ。バシャールが言っていたみたいにね。それぞれに意味があるんだよ。例えば数字の8はインフィニティ、非物質界と物質界を表していたり、豊かさを表していたりする。あと8はバランスがいい番号として認識されていて、構造的にも安定を意味しているのさ。でもさ、みんながみんなゾロ目の意味を知っているわけじゃないし、見ても何も感じない人も多いと思うんだけど、ゾロ目も許可証の一つなんだ。だからそれを受け取るか受け取らないかは君たち次第になる。ちょうどお化け屋敷を本気で怖がる人と全く意に介さない人がいるのと同じさ。なるほど。で、許可証って何を許可するの？許可証はありのままの自分になる許可を自分自身に与えてくれるものなんだ。君がワクワクすることであれば何だって許可証になり得る。ありのままの自分になる許可証として発揮させることができるのさ。そういえば最近よく1111も見かけるんだ。これはどんな意味なの？ 1、2、3のゾロ目はマスターナンバーって呼ばれている。特に1111は覚醒に関する番号で光り輝くことがやってくるっていう意味になるんだ。君たちの多くが1111を見たりしていると思うけど、この番号に気づいた時の自分のバイブレーションとその時の感覚を覚えておくといいよ。この時のあり方が覚醒を認識できる意識の状態だってことを教えてくれているんだ。誰が教えてくれているんだい？君自身だよ。君のハイヤーマインドさ。君のハイヤーマインドが君はちゃんと進みたい道を歩んでいるよって物質界の君に教えてくれているのさ。なるほどね。1112とか8889とか、もうちょっとでゾロ目になりそうなのもよく見かけるんだけど、これはどういうこと？それは僕がやってるんだ。君の悔しがる顔が面白くってさ。人間の感情の動きって僕たちにはエイリアンすぎて面白いんだ。それは君の仕業だったのか。この間も4444だと思ったら AA44 だったんだ。ごめんよ。でも僕たちにとって君たちの感情の動きはとっても勉強になるし、最高のエンターテインメントなんだよ。また楽しませてもらうよ。じゃあね。夢から覚めた時、時計はちょうど3時33分を指していた。自分のあり方次第で現実が変わる。その日は出張も兼ねてバシャールをチャネリングしているダリル・アンカの個人セッションに参加していた。
バシャールとは3000年先の未来の惑星からやってきた宇宙人だ。実は数ヶ月前に信頼できると思っていた人から詐欺まがいの手口でお金を騙し取られ、警察に相談するほどの事態になっていた。私を訪ねてやってきたあいつは経歴も含めて何もかもがデタラメだった。とある会社に勤めていると言い、私が尊敬しているその会社の社長から私の連絡先を聞き会いに来たのだ。実際はそこで正式に働いていたわけではなく、インターンをやっているだけだったようだ。あの社長の会社に勤めているなら、と私は何も疑わずに信じきってしまった。私以外にも被害者がいて、会社側も手を焼いているようだった。社長からはお詫びのメッセージをもらっていた。本当に迂闊だった。なんであんなわかりやすい嘘に騙されちゃったんだろう。自分に腹が立って仕方がない。今回バシャールと話をする機会に、ぜひその出来事について聞いてみたいと思った。何かヒントをもらえるかもしれない。その嫌な出来事は、君のあり方を調律するために必然的に起こったのさ。でもバシャール、あいつは、すみません。あの人は勝手に私に狙いを定めてやってきたんですよ。君との共同作業で今回の体験を生んでいるんだ。仕掛ける人がいれば、それを受け取る人がいる。そうじゃないと何も成立しないだろ？はい。じゃあ、こう考えてみよう。その人が君を騙していなかったら、今の君はいなかったはずだね。では、それが起こらなかった自分はどんな自分だったと思う？今の自分の方が騙される前の自分より数段好きではありますね。何よりも以前の自分ではできないと思っていたことが自信を持ってできることが分かったし、自分と全く違う世界に生きる人に初めて会えて視野が広がったし、あいつに会ってなかったら今の自分になるためにあと何年かかったかわからない。それが答えだよ。自分のあり方を調律して理想の自分に近づくために必然的な出来事だったのさ。だから今君が言ったように自分をもっと好きになれたのはまさにその人のおかげだよ。それでも自分が仕組んだなんて考えにくいけど、厳密に言うと君が体験したい理想の現実があるだろ。その現実にシフトするには今までの君が変わる必要があったんだ。だから君のハイヤーマインドが今回の体験を引き寄せて君が変わっていける機会を与えてくれたんだよ。君の言うあいつという存在を引っ張ってきてね。だから君があいつと共同で作り出しているってことなのさ。君はあいつを見て何を思った？あんな人間になりたくないって思いました。やらしい。それがあいつから君への贈り物だ。君はそれを受け取って望む自分に一歩近づけたってことなんだ。理解できるかい？はい。でも、これを仕掛けたあいつはどうなっちゃうんでしょうね。それは君が心配することではないよ。君たちがお互いに正面衝突を起こしたおかげで、君の進むべきこととその人が進むべき道がはっきりしたんだ。そうだろ？そもそも自分の現実は自分のあり方が作っているからね。君のあり方が変わると現実も変わってくるんだ。被害者意識の自分だと自分は被害にばっかり遭っていると思う現実を生きることになる。それは自分のあり方が被害者側に調律されているからなんだ。逆に楽観的なあり方だと、たとえ意図的に何かされても気がつかないし、何とも思わないのさ。その人のあり方次第でどうにでも体験が変わってくるんだ。だとしたら、あいつはそんなに悪いやつじゃなかったって思えるな。むしろ新しい自分になるきっかけをくれたんだからありがたいや。新しい発見をありがとう、バシャール。これがバシャールのすべてを許すか。確かに以前の自分と違った自分になっているのは明らかだ。バシャールと話していたらなんだか体がのぼせちゃった感じだ。今日はゆっくりお風呂にでも浸かって今日あったことでも考えてみるかな。なんて思っていたらピーン、あいつからメールだ。こんにちは、ネブラさん。あなたに会えて本当に良かったです。今まで嘘をついて迷惑をかけてごめんなさい。会社をクビになり罰金も払うことになりましたが、これで良かったと思っています。ありがとう。
まさかあいつからありがとうなんて言われると思わなかった。あいつからのナイスなメールに心底嬉しい気持ちでいっぱいになった。上空からバシャールが微笑みかけている感じがして、もう一度ありがとうと言って空を見上げた。こんにちは。ハピケンことハッピー研究所のショーです。今回は宇宙人が教えるポジティブな地球の過ごし方という本をご紹介します。突然ですがお知らせです。どうやら2023年の終わりまでに私たちは目覚めて生きるのか眠ったまま生きるのかどちらかを選択しなければいけないようなんです。突然そう言われてもどうしていいやらわからないですよね。大丈夫です。目覚めるための準備にぴったりの本をご紹介したいと思います。著者はザ・プラネット・フロム・ネブラさん。月間134万 PV の超人気ブロガーであるネブラさんは、アメリカ在住の精神世界探検家で何度も生まれ変わった記憶を持たれているそうなんです。過去世の人生や生まれた時の記憶が鮮明にあり、幼少の頃から頭の中でガイドといつも会話をしていろいろなメッセージを受け取られています。実はネブラさんの詳しい素性は明かされていないため、この動画ではこの姿で登場していただこうと思います。そんなネブラさんが目に見えるものを信じる時代から信じるものを見る時代へ変わることを伝え、あなたのバイブレーションを今すぐポジティブな波動に変えてくれるのが本書なんです。本動画では本書のこの雰囲気をほんの少しだけご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。そして今回も幸せのダイヤモンド探しがございます。このハッピーダイヤモンドを動画のどこかに5つ置いておきましたので見つけてみてくださいね。見つけたら小さな幸せゲットですからね。それでは続きをどうぞ。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。チャンネル登録して一緒にハッピーを作っていきましょう。ポジティブに捉えるほどいいことがやってくる。ついこの間の夏、ワシントン州にエスター・ヒックスがやってくることを知り、友人と一緒にセミナーに参加した。エスター・ヒックスは宇宙意識の存在であるエイブラハムにチャネリングして高次元の教えを伝え続けている。エイブラハムの代表的な教えの中に引き寄せの法則がある。引き寄せの法則とは、自分の思いと同じ状態が戻ってくるという宇宙のシステムのことだ。例えば、お金が足りないと思えば、もっとお金が足りない状態を引き寄せるようになる。逆に自分は満たされていると思えば、もっと満たされた状態を引き寄せるようになるんだ。エイブラハムのセミナーは地元で有名な由緒あるシアターで開催された。会場の入り口付近に小さなボードを持った2人の女性が立っているのが見えた。ボードには、エイブラハムのセミナーを楽しんでくださいと書かれている。エイブラハムのセミナーはかなり高額だし、もしかしたら2人ともチケットがなくて入りたいけど入れないのかもしれない。そこに60代くらいの女性が駆け込んできた。間に合ったわ。女性は息を切らしている。彼女は会場の入り口へと向かうと、扉の横に立つ2人の女性に気がついたようだ。もしよかったらあなたたちも私と来ない？チケット代を払ってあげるわ。2人はキャーッと歓声を上げ、そばにいた私にまで握手をした。嬉しい。夢のようだわ。よかったですね。でも、私は関係ないですよ。あなたがこの場に居合わせたのは私たちの周波数とマッチしているからよ。嬉しいったらないわ。そう言ってぴょんぴょん飛び跳ねて全身で喜びを表している。エイブラハムのセミナーに来る人はやっぱり言うことが違う。会場の照明はすでに落とされ、みんな静かにエスターの登場を待っている。するとステージが突然照らされ、嵐のような拍手とともにエスターが登場した。以前動画で見た感じよりも小柄で可愛らしい女性だ。エスターの体の中にエイブラハムが降りてくると、エスターの声は急に重みのあるものに変わった。こんにちは。あなたたちはもともと自分が非物質界の存在だということを知っているかい？自分のリアリティは自分自身が作り出している。あなたたちの望みはちゃんと手の届くところにあるんだ。そうエイブラハムが言った瞬間、さっきの2人の女性の顔が思い浮かんだ。すると突然会場の後ろの方から声がした。
今まさにそれを体験しました。会場に入るお金がなかったのだけど、親切なこの方が私たちを入れてくれたんです。びっくりして後ろを振り返ってみると、さっきの二人組の女性の一人が席から立ち上がっていた。おめでとう。願いを叶えるのはとても簡単だっただろう。あなたの周波数が願いとマッチしたから手に入れることができたんだ。お城を手に入れるのもボタンを手に入れるのも全く同じプロセスなんだよ。エイブラハムがそう言った瞬間、黄金に輝く光が脳裏に見えて声が頭に響いた。アイシスだ。願いが叶った時の自分の周波数を100としたら、今の自分の周波数のダイヤルを100に合わせるだけで願いが叶った自分になれるのよ。つまり、望んだものを手に入れることができる。でも、今の自分の周波数が90のままだったら願いは叶わない。それは周波数にギャップがあるからなの。でも、たとえ今の周波数が90だったとしても心配はいらないわ。だって、残りの10を埋めるステップがソースから順序よくやってくるからね。だからあなたたちがするべきことは、やってくるステップを締め出してしまわないこと。それだけなのよ。ソースとはすべての源で、すべてがやってくる元である場のことを指している。言葉を変えると、ソースを神の存在や創造主と言ったり、大いなるすべてと言ったりする。感覚的なことで言うと、喜びや豊かさや楽しさを感じている時が、ソースのエネルギーが体を巡っている瞬間を表しているんだ。だから、ありのままの自分でワクワクを追いかけている時が、まさにソースのエネルギーが動いている瞬間になる。私たち二人は今日、会場に入れなくても構わないと思っていました。ここの雰囲気を味わうだけでも十分幸せだと思っていたんです。でも、いつか生のエイブラハムに会える日がやってくるって確信していました。まさかそれが今日叶うなんて最高です。あなたたちが願いに対して常に誠実でポジティブで、結果に期待することなくワクワクするポジティブな自分で居続けたからだ。会場の皆さん、あなたたちの願いもちゃんと手の届くところにあるが、願いが手に入った自分と今の自分の周波数にギャップがあると願いがやってくることはできない。でも安心して。ソースはそのギャップを埋めるためのステップをちゃんと送ってくれているからね。願いは手の届くところにあるか。雨音を聞きながらこの間のエイブラハムのセミナーのことをぼんやり考えていた。私の長年の願いはいつか日本に自然幼稚園を作ることだ。自然の中で子供たちが遊びを通してワクワクする体験を選んでいける。そんな安全な場所を提供できたらと願っていた。どこから始めればいいのだろう、エイブラハム。もしかしたら私の願いが大きすぎて、ソースからギャップを埋めるためのステップがやってこられないのかな。そんなことを思いながら、ふと今晩の予定を思い出していた。今晩のパーティーで何かヒントがつかめればいいんだけど、そういえば何か飲み物を買っていかないと。山のふもとにある大型スーパーへ出かけた。車の運転をしながらエイブラハムのセミナーであったことをぼんやり考えながら雨の山道をゆっくり降りていった。すると途中で突然エンジンが弱々しくなり始めた。だんだんハンドルが重くなって車体がガタガタ言い始めている。うわー、車の警告灯が一気に4つもついちゃったじゃないか。ハンドルが重すぎてどっち側にも切れない。エンジンが今にも止まりそうだ。最近めっきり寒くなって車の調子が良くなかったのだ。こりゃ本当にやばいぞ。山道を降りたすぐ横の路肩に車を寄せ、エンジンを切ってしばらく待つことにした。5分後エンジンをかけると勢いが戻って走れるようになったが、またいつ調子が悪くなるかわからない。参ったな。今夜のパーティーは友達の車に乗せてもらうか。結局友人に頼んで高級住宅街に立つ友人宅のパーティーへ向かった。森の中にあるどでかい家でそばに小川の音が聞こえる。家の中は体育館のように広く、一体何人集まっているのか数えられないほどの人たちがワイワイと楽しそうにしていた。友人と私は何年も食べ物を見ていなかったかのように食事コーナーに張り付いた。すると男性が食事コーナーへやってきて、こんにちは、ごちそうにたかってるね。と冗談交じりにもっと食べなさいと言ってくれる。僕はトシ。
車関係の会社で働いているんだ。よろしく。ソースからステップがもう運ばれてきたぞ。瞬間的にそう思った。これが引き寄せってやつだ。はじめまして。実は車を買い替えたいと思っていまして、車について知識がないので教えてほしいです。もちろんだよ。どんな用途で車が必要なんだい？自分のライフスタイルに合った車を選ばないとね。車はね、足になるだけじゃなくて自分の人生を映し出す鏡みたいなものなんだ。だから慎重に選ばないとね。トシさんの言葉には優しさがあってものすごく説得力がある。私はできる限り詳しく説明した。それだったらおすすめの車種があるよ。明日にでも車を見に行こうか。はい、よろしくお願いします。トントン拍子に物事が運んでいるぞ。これもエイブラハムが言っていた願いを手に入れるためのステップなんだ。家に戻って寝る準備をしているときに願いを叶えたいと思った自分がどんな心でいたのかを分析した。もしかしたらここに受け取り方のヒントがあるかもしれないと思ったからだ。あの時本気で車が必要だと思っていたし、余計な思いは一つも入っていなかったように感じる。具体的にどうやって手に入れようとは一切考えていなかった。期待感は持っていなかったんだ。次の日、私はものの数時間で車を買い替えることができた。本当にエイブラハムが言った通り、欲しいものを引き寄せるのはボタンを引き寄せるのと同じくらい簡単だった。しかもトシさんのおかげで従業員割引で買うことができた。おまけもいっぱいつけてもらえた。トシさん、本当に感謝しています。昨日今日で車が手に入るとは全く思ってもいませんでした。本当にありがとうございます。いえいえ、お役に立てて僕も嬉しいよ。きっと前の車種には戻れなくなるよ。この車はあなたのライフスタイルにぴったりだからね。それから車はあなたの人生を映し出しているから、優雅に運転すれば優雅な人生を送れるようになるんだ。逆に時間に追われて焦って運転していたら、時間に追いかけられる人生を送ることになる。だから車を愛してあげてね。そういうトシさんの言葉に妙に納得する自分がいた。人生を優雅に楽しみます。私は手に入れたばかりの車を優雅に運転して自宅へと向かった。その夜、親友の妹から連絡が来た。1ヶ月に一度必ず連絡をくれる家族みたいな存在だ。久しぶり、元気だった？私の母が今月で幼稚園の園長を退職することになったの。だから今度そちらに母と遊びに行くわ。よろしくね。もちろん、来るときはいつでも声をかけて。楽しみにしているよ。何やら物事が少しずつ動き出したようでワクワクした。そして数日後には自然幼稚園を一緒にやりたいというメールをたくさんの人からもらった。以前から自然幼稚園をいつかやりたいと周りの人に話していたのに、ここ 2,3 日で急に進展した感じだ。ソースから次に進むステップが送られてきている。ステップを踏むがてら、私の周波数が願いが叶った自分の周波数に合わさっていく。そしてぴったり合った時に物事が動き出すんだ。引き寄せのメカニズムを身近に感じられた瞬間だった。未来世からのメッセージ。冷たい小雨が降る日、会議に出席するため車でシアトル市内にやってきていた。そういえば新しいプロジェクトの企画はどうなったんだい？確か君がまとめ役だったよね。トールは男気があって豪快で誰からも人気がある。それがあんまりいい反応がなくってね。あの豪快なトールがしょぼくれている。やる気が起こらないし気分が乗ってこないという。マネージャーに嫌われたかもしれないな。めったに泣き言を言わないトールが珍しく消極的になっていた。その日の夜、面白い体験があった。目を閉じてベッドに横になっていると、右足だけが体から離れて天井に向かって引っ張られているのが分かった。そのうち腰、胴体、頭という具合にスルッと体から離れて上へ引っ張られていくのが分かった。やあ、来てくれてありがとう。シャライだ。でも、あともう一人が誰だか分からないぞ。するとシャライがもう一人はトールの未来世のオルクだと教えてくれた。トールが遊びのことを考えているときはオルクによくつながっているそうだ。トールは仕事となると途端に遊びモードが消えてしまうからね。
だからつながろうとしてもなかなかつながれなかったんだ。もっと楽に考えて自分が楽しめる企画を表現すればいいんだけど、オルクが言うには、トールの本当の思いが企画書に反映されていないことに、トール本人はちゃんと気がついているんだそうだ。だからね、トール自身が、この企画書は中途半端で面白くないよ、とみんなにメッセージを送っているようなもんなんだ。そんな企画書に誰もいい反応はできないよ。例えば、君が自分の車を売りたいとするだろ。この車は古くてガソリンをやたらと食うし、持っている価値がないから新しい車に買い替えたいという思いでいたら、車を買ってくれる人はなかなか出てこない。でも、よく走ってくれるし、馬力があってお気に入りなんだという気持ちでいたら、車を欲しいという人はすぐに見つかるのさ。だから自分発信のプロダクトを自信を持って、これがおすすめですと言えたら、誰もが飛びつく企画になるんだ。なるほどね。でもさ、トールが上司に嫌われちゃっているってのもあるかな。お互いのバイブレーションが違いすぎて理解し合えないとかさ。もちろん、トールのバイブレーションと上司のバイブレーションが違いすぎると理解し合えないのは確かだよ。入社面接も同じさ。面接官が君たちを観察して面接していると君たちは思っているけど、面接を受ける側の君たちも面接官を観察して面接しているんだ。面接が通らないのは、職場のバイブレーションが君のバイブレーションと合っていないからだし、職場側から見たら、職場のバイブレーションに君のバイブレーションが合っていないんだ。つまりお互い様ってこと。だからさっきも言ったけど、仕事だからこうじゃなくてはいけないは横に置いといて、もっとリラックスして自由な発想をするといいんだ。お互いのバイブレーションの違いを乗り越えるくらいワクワクする企画を出せばいい。自分が本当にしたいことをもう一度見つめ直してほしい。例えばトールの場合は、みんなに新体験を提供したいという願いを持っている。これをベースにトールは遊びを考えている。仕事に関しても同じさ。今まで体験したことのない新しい体験を提供してみんなを喜ばせたいという気持ちは何にでも当てはめて考えることができるはずだ。だからさっきも言ったけど、自分が本当にしたいこと、つまりはそれをする動機をつかんでほしい。確かにトールは新しい遊びを企画して人を集めるのが得意だし、トールが主催するといつも楽しい会になる。わかった。それをトールに伝えてみるよ。ありがとう。翌日、早速トールに電話でオルクのアドバイスを伝えた。トールは仕事と遊びは混同してはダメだと考えていたので、ちょっと考え込んでいるようだった。ありがとう。オルクの言う通り、遊びを企画する感じで次回はトライしてみるよ。でも、もし俺に何かあったら、君、責任取ってくれよ。そう言ってガハハと笑ったトールは元の豪快さに戻った感じだ。トールと話してしばらく経ったある日の午後、新聞に記載されている広告が目に飛び込んで前のめりになってしまった。これは、まさかのトールの企画じゃないか。それは観覧車の中でフルコースを食べるという奇想天外なアイデアだった。トールの考えたこのアトラクションは今では予約が取れないほどの人気になっている。世界は間もなくポジティブな世界とネガティブな世界に分岐する。目覚めることを選択した人が進むポジティブな世界。ここでは願ったことがスピーディーに叶い、楽しい現実が展開していく。眠り続けることを選択した人が進むネガティブな世界。ここではこれまで以上に不安と恐怖が強調されて展開していく。では、どうすればポジティブな世界の住人になれるのか。安心してください。その答えはこの本にしっかり書いてあります。さあ、今こそポジティブな世界の扉を開けよう。今回もプロローグ程度のご紹介でしたが、本書の雰囲気伝わりましたでしょうか。本書はとにかくスピリチュアルの様々なトピックを広く深く面白く伝えてくれるんですよね。バシャールやエイブラハム、様々な宇宙人と会話をしながら少しずつ本当の世界が見えてくる。そんな空気感はスピリチュアルが好きな方にはたまらないと思いますよ。読み口が軽いのでスラスラと読んでいけるのですが、はっと気づかされる強烈で深い言葉が満載なので、読み終わった頃にはいろいろな情報がアップデートされているはず。そう、
目覚めに近づいているはずですよ。興味のある方はぜひ読んでみてはいかがでしょうか。そうそう、皆さん、冒頭にお伝えしたハッピーダイヤモンド見つかりました？ダイヤモンドの数は全部で5つでしたよ。どうです？見つかりましたか？見つけた時の小さな喜びも立派な幸せ。見つけたあなたは幸せを一つ積み重ねてハッピー度が上がってますからね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。